スキズのバボラチャ隊長ファンヒョンジン。ルックスからは想像できないほどのおバカさんだった。スキズのメインダンサーを務めているヒョンジン。その異次元なビジュアルからスキズのビジュアル担当。トレードマークのロングヘアはヒョンジンの良さをもっと引き出してくれます。特に金髪ロングの時期が好きなステイの方も多いですよね。そんな一見クールそうなヒョンジンは実はメンバー一のおバカさん。韓国語でバカはパボという意味なので、ヒョンジンはパボラチャ隊長と言われてます。特にリノ、ヒョンジン、ハンはファンの間でパボラチャと言われているのですが、ヒョンジンは一番のおバカさんなので隊長なんです。なんで一番のおバカさんなのかって、それはもう数えきれないほどのパボエピソードがあるから。そんなビジュアルからは想像できないヒョンジンの黒歴史エピソードをご紹介します。まずはヒョンジンがちょっかいを出してリノにとんでもない倍返しされたシーン。まずはまるでトムとジェリーのようなリノとヒョンジンのケミをご紹介。リノとヒョンジンのケミはエアフラってあの油を使わずに揚げ物が作れるエアフライヤーって思いますよね。そう、あのエアフライヤーなんです。ヒョンジンがリノにちょっかいを出しすぎて、リノがヒョンジンに冗談で180度で20分ヒョンジンがエアフライヤーで焼ける時間といったことが由来なんです。リノならやりかねない。常に煽り度マックスのヒョンジンですが、リノの顔色を伺いながらちょっかいを出しています。倍返しされると分かっていながらもちょっかいを出すヒョンジンが子供みたいで可愛いですね。何回やっても学ばないところもヒョンジンらしい。なんとヒョンジンはリノを煽りすぎて口にティッシュを詰められたことも。なんというパワーワード。それを隣で見ていたチャンビンはすかさず止めに入ります。なんともカオスすぎる映像です。やられたら必ずやり返す終わりのないやり合い。2人の関係性はトムとジェリーのようですね。そんな不仲そうな2人ですが、お互いに尊敬し合っていて、なんだかんだ言ってとっても仲がいい。同じダンスラチャということもあり、普段からダンスのフィードバックをお互いにしているようです。端正な顔立ちなので冷静でクールキャラなのかなと思う方もいるかもしれませんが、ファンからリアクション芸人と言われるほどオーバーリアクションなんです。ヒョンジンのオーバーリアクションエピソード上げていたらキリがないのですが、とにかく動きが変。愛縁に食レポのお手本を見せてあげると言ってお兄ちゃんらしい一面を見せようとします。ケーキを食べてお手本を見せますが、ストレイキッズのミロのような味だと全身をくねくねさせながら食レポをし、愛縁も引き気味でした。笑う時も食べる時も体全体で感情を表現しすぎてテーブルに手をぶつけるなんてこともしばしば。スタイルが良すぎて足が長すぎるせいか、よく自分の足に絡まっています。とにかく常に体が忙しい。これもダンサーならではの表現の仕方なのか。お次はなぜか大事な前歯がかけがちなヒョンジンさん。これは昨年の9月に京セラドームで行われたコンサートでの事件です。ヒョンジンはコンサート後にファンのみんなに発表したいことがあると言ってメンバーのみんなとインスタライブを始めたのです。コンサート後だし何か重大な発表かなとファンは期待していましたが、なんとパフォーマンス中に前歯がかけたんです。そんなことあるのと信じがたい話ですよね。乗っていたリフトが揺れていたようで、オールインのパフォーマンス中に前歯にマイクが当たったのだとか。前歯がかけたら気分も落ち込みそうですが、なんだかすごく嬉しそうなヒョンジン。なんだか京セラで歯がかけたことは意味のあることのような気がするとすっぽいポジティブな発言。実は練習生の時の練習中にもう片方の前歯がかけたんだとか。前歯ってそんなよくかけるっけ。一生懸命すぎて前歯がかけがちなヒョンジンも愛おしい。全てに対して一生懸命なヒョンジンですが、食べることに対しても全力。なぜかヒョンジンは目をつぶってくしゃとした顔で食べることが多いので苦しそうに見えるんです。そして食べる時に少し揺れるんです。それがたまらなく可愛い。リアクションも一口も大きいので、ヒョンジンが食べているものは全部美味しそうに見えます。ちなみにヒョンジンは日本のコンビニの焼きそばパン、メロンパン、プリン、ラーメンが好きなんだとか。白い肌ともちもちなほっぺたから水餃子と言われているヒョンジン。美味しそうに食べるヒョンジンを見ると、なんだかヒョンジンまで美味しそうに見えてしまうことも。もうここまで来たら末期ですね。食べることが好きなヒョンジンは楽屋で甘いものを食べ過ぎてスンミンから健康に良くないよと小言を言われていました。
自分で何とかするから大丈夫と反論しますが、自分でできないでしょと確信をつかれて苦笑い。スンミンはヒョンジンの食事に対してよく小言を言っているので、ファンからは健康管理隊長と言われています。韓国語でおバカさんを意味するパボ。スキズではダンスラチャ、スリラチャなどと同じようにグループ内のおバカさんたちをパボラチャと呼んでいます。ですがスキズは基本的におバカさんなので、自分はパボラチャではないと言い張るメンバーが多いんです。そんな中でもメンバーみんなが口を揃えて言うのは、パボラチャの隊長イコール一番のおバカさんはヒョンジンだということ。一方で当の本人は気づいていなかったようで、ファンからパボラチャ隊長はヒョンジンだよと言われると、僕がと不思議そうな顔をしていました。自分のパボさに気づいていないところがもうパボラチャ隊長ですね。きっとこれからもヒョンジンは不動のパボラチャ隊長でしょう。普段のパフォーマンスからは想像できないほどのちょこちょいエピソードと黒歴史を持つヒョンジンはまさにギャップを。いつもはダサさ全開のヒョンジンもステージに立つと別人ですかって勘違いするほどにイケメン。美しいビジュアルにフォーカスしてしまいがちですが、ダンススキルがとてつもなく高いんです。プロのダンサーからも太鼓判を押されるほど。ヒョンジンは練習生時代にお前はビジュアルだけでデビューできると言われたのが悔しくて人一倍練習したんだとか。本当に努力の塊ですよね。今となってはスキズになくてはならない大きな存在です。ヒョンジンを見てスキズを知ったというファンの方も多いのではないでしょうか。クールな顔立ちですが、洗った時のくしゃっとした笑顔がとっても可愛い。よく笑うことから洗い袋というあだ名がつくほどです。分厚い唇と太めの眉毛から動物の森に登場するキャラクターリチャードに似ていると言われているんです。どうですか？ファンから似ていると言われたヒョンジンはまんざらでもなさそうな様子でした。知れば知るほど魅力満載のヒョンジン。黒歴史エピソードが出れば出るほど好きになっちゃいます。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。